愛され選ばれる港、清水港。日々進化を遂げ、国際拠点港湾としてあらゆる貨物を取り扱う清水港。その中でコンテナ貨物を扱うのは袖師地区と新興津地区。新興津埠頭は水深15メートル、連続2バース、総延長700メートルの耐震強化岸壁。超大型コンテナ船にも対応可能な23列ガントリークレーンを含む高性能ガントリークレーン6機を備えています。これにより大型コンテナ船が2隻同時に接岸可能で、コンテナ取扱能力が大幅にアップ。バース運用の効率化により置き待ちの船舶もありません。同じ埠頭内でトランシップが完結できるなど、さらに使いやすくなっています。また袖師埠頭にはコンテナ船のほかローロー船も接岸可能なバースを整備。さらなる国内物流の促進が期待できます。今後は興津埠頭を埋め立て、さらに2バースの増設を計画。岸壁延長1280メートル、連続4バースを備えたビッグターミナルとなります。清水港は北米や欧州の基幹航路や中国、韓国、また目覚ましい発展を遂げている東南アジアとの航路など、数多くの航路で世界中の港とつながっています。日本を代表する多くのグローバル企業がゲートポートとして全世界へ向け、自動車部品、オートバイ、楽器、プラモデル、缶詰などを輸出しています。国内に目を向けると、半径300キロ圏内には実に人口の6割以上が集中。この地域で日本の GDP のおよそ7割を超える額を担っています。地理的にも日本のほぼ中央に位置し、北は北海道から南は九州まで24時間以内で貨物の配送が可能です。そのため多くの企業が全国への配送拠点を清水港近郊に置くなど、まさにこのビッグマーケットの中心に位置するのが清水港なのです。物流拠点としての機能も充実。港周辺に物流関連施設を集約。ゲートからわずか100メートルの位置に新興津国際物流センターが開設。この物流センターの稼働により、輸出入貨物の作業や保管、通関などの利便性がさらに大きく向上し、リードタイムの短縮や横持ち費用が削減できます。さらに大型貨物や最大40トンの重量物の梱包にも対応。幅広いニーズに合わせた物流が可能となります。
陸路とのアクセスも抜群。ゲートを出れば東京と大阪を結ぶ国道1号にダイレクトに入ることができます。東名高速道路の清水インターチェンジまではわずか 3km と好位置です。さらに新東名高速道路片側3車線化や圏央道への区間開通など東西の大動脈がさらに強化、より利便性が向上しています。また中部横断自動車道により山梨・長野両県への輸送時間が京浜港・名古屋港を利用する場合と比べ大幅に短縮されます。清水港には京浜港の代替港として、また日本の真ん中に位置する物流拠点としての機能が大きく期待されます。アクセスの良さは単に輸送コストの低減だけでなく、モーダルシフト、CO2 削減による地球温暖化防止にも大きく貢献できます。物流情報ネットワークシステム清水港版により、ヤード内へ素早くコンテナの搬出入ができます。そのためゲートでの待ち時間が極めて短く、コンテナ車両のゲート並び始めからゲートアウトまでの時間は平均で17分と大幅なリードタイムの短縮につながっています。このシステムは CNAX にも接続。情報の共有化により通関手続きが一元化され、煩雑な手続きが簡素化、時間と手間が省かれ、さらなるスムーズな物流が実現します。利便性の向上は今に始まったことではありません。清水港は1970年日本で初めてコンテナ荷役を24時間可能としました。輸出入貨物の平日時間外や土曜日の通関も可能で、変動しやすい運航スケジュールに柔軟に対応しています。また外交定期コンテナ船の入港料や岸壁使用料などインセンティブを設け、使いやすい港となっています。ソーラス海上人命安全条約に基づき、埠頭では厳重なゲートでの出入り管理を行い、保安対策にも万全を期しています。防災先進県である静岡県は地震・津波対策をいち早く推進してきました。清水港でも耐震強化岸壁の整備、免震構造のガントリークレーンの装備、物流センターの敷地のかさ上げなど、災害発生時でも物流機能の早期復旧を図れるよう、港 BCP により危機管理対策を着実に進めています。古来より人々の信仰の対象となってきた霊峰富士。その頂を望む清水港は古くから交通の要所として人々の暮らしを支えてきました。現在では国際拠点港湾の一つとして世界と日本をつないでいます。物流の効率化を図りながらも自然との調和を図り、災害に対しても万全の体制で世界への扉を開く清水港を利用するメリットは計り知れません。清水港はこれからも皆様の物流を支え続けます。